今回は、漫画デュエルマスターズに登場した、白王の悲惨すぎる人生について解説していこうと思います。主人公切り札勝負の最高の親友にして最大のライバル。しかし敵組織によって敵キャラとして立ちふさがることもありました。優しい笑顔とデュエル中の真剣な表情。精霊王を駆使して相手を蹴散らす美しい姿が印象的ですが、実は彼の人生はとてつもなく悲惨なものであり、普通なら頭おかしくなって当然なレベルな目に遭っています。とても懐かしいと思いますので、引退勢の方もゆっくり楽しんでいってください。それじゃあ、早速参りましょう。白王、漫画デュエルマスターズに登場するキャラクターで、アニメでは皆川淳子さんが声優を務めました。主人公切り札勝負の親友であり、最高のライバル。性別は男で年齢は13歳。実は勝負より2つ年上なんですね。好物はせんべいでよく食べています。僕も白王への憧れから、よく真似してせんべいを食べてました。金髪のロングヘアで常に清掃をしており、頭脳明晰で心優しい性格なのですが、登場初期は口述の出来事が原因で半ばうつ状態になっており、弱者をけなすような残忍な性格をしていました。しかし、主人公切り札勝負とデュエマしたことにより心を開き、お互いをライバルとして認め合うようになりました。その後作中では何度も命の危機にさらされるものの、加害者を恨み深く妬まない聖人のような心を持ち、それは本人曰く、勝負君と出会ったから、ここまで変われたとのことです。そんな白王の使用するデッキは光文明が主軸で、エンジェルコマンドを主軸として切り札は精霊王。光文明以外には水や自然などを主に使用していますね。それでは白王の悲惨な人生を解説していきます。まず白王に訪れる最初の悲惨な出来事。ある日、白王家に伝わる光のカードを奪おうと、作中屈指のゲス野郎下道が襲来。下道とは、ザキラ率いるフア家、ガルドの一員であり、白王と深く関わってくる敵キャラの一人です。そして白王は下道と真のデュエルを開始。しかし下道はザキラが作ったデッキを使用しているため、当時の白王では歯が立ちませんでした。結果、G のダイレクトアタックにより敗北しそうなところ、白王の母がかばい死亡。母親の命と光のカードを奪われてしまいます。まだ大人と呼ぶには幼い白王に襲った悲劇は彼を絶望させるには十分すぎました。そこにマスターと名乗る人物が現れ、勝つことだけに専念しろと言われ、プロ集団白い騎士団の冷酷なリーダーとして覚醒していくことに、かつての明るい性格は、この一件がきっかけで強さのみを求める非情な性格となっていきました。そんな白王が白い騎士団のリーダーとして登場したのは、漫画がまだマジック・ザ・ラザリングを扱っていた初期の頃でした。日本ジュニア最強のデュエリスト集団、白い騎士団のリーダーとして、四天衆の三国、耳、愛禅、龍二郎を率いて登場。デュエルが弱い人間をけなしたり、負けた人物を容赦なく追放するなど、非常に冷酷な人物として描かれていました。この時の行いは後に龍二郎から非難されることになりますが、白王本人も負い目を感じています。話を戻しますが、白い騎士団リーダーとして登場した白王は、初めてデュエルマスターズを使用した切り札勝負とのデュエルに敗北。目が覚めた白王は元の明るい性格に戻りました。以降はドクタールートの下で修行を開始。勝負と幾度ものデュエルを経てライバル親友ポジを確立していきました。ドクタールートの下で勝負と共に修行を重ねた白王は、バトルアリーナという輝かしい大会へ出場することになりました。その中でかつての部下だった龍二郎に呼び出され、三国と愛禅を人質に取られ、さらに負けたら爆発する爆発ベルトを装着させられた白王は、無理やり龍二郎とデュエルすることになりました。シールドが割られるたびに人質に電流が流れたり、自分のシールドをシールドトリガーと入れ替えるなど、白王への復讐のために手段を問わない龍二郎に対し、シールドを1枚も割らせず勝利するパーフェクトデュエルを宣言。龍二郎が仕込んだシールドトリガーをアルカディアスで封じ込め、パーフェクトデュエルを達成。敗北しベルトが爆発する龍二郎を救おうとした白王ですが、実は白王に仕掛けていたベルトは、敗者ではなく勝者の方が爆発するベルトであり、これにより白王のベルトが爆発、意識不明の重体となり、死の淵に立たされた白王は三途の川で母に再会するほどでしたが、その時偶然目に留まった勝負と龍二郎のデュエル、自身の無念を晴らすべく戦う勝負を救うべく、追い込まれた勝負に奇跡のシールドトリガーをもたらし、そのまま絆の力で息を吹き返しました。その後不穏な影を見せながらも大会は勝負の優勝で幕を閉じましたが、
ザキラによって記憶を抜かれ幼児化。覚醒したカードを狙うザキラは、カードを覚醒させることができる白王を狙い、部下に誘拐を命じます。しかし白王は記憶喪失でありながら、生まれ持ったデュエマの素質を生かし、自身を狙うザキラの部下を返り討ちに成功。しかしくしくも因縁深い下道の催眠により、記憶が抜かれ幼い白王は簡単に術中にはまり、連れ去られてしまいました。下道に連れ去られた白王は、洗脳によりホワイトとして覚醒。かつての白王の面影は容姿のみで、性格は麻薬の凶暴そのもの。母親や娼婦たちに対して期待感を持ってしまっています。下道にかけられた呪いとは、目の前にいるものを全て殺せという呪い。耳を思いっきり蹴り上げ、頭を踏み潰そうとする行動から、デュエルに限った呪いではなさそうですね。そしてホワイトはスペインにて勝負の父、切り札勝利とデュエル。禁断のドラゴン、ボルメテウスサファイアドラゴンを主体とした。勝利のデッキ相手に苦戦し追い込まれます。勝利のダイレクトアタックにより決着となる寸前に、下道がかけた勝利の体を蝕む呪いが全身に回り倒れたため、ダイレクトアタックが中止となりホワイトのターンに、ホワイトはアルファディオスを召喚し、勝利をその場もろとも吹き飛ばしました。ちなみに勝利はこのデュエルにより死亡しかけますが、極上に救われたため一命を取り留めました。ついに親友の父を襲ってしまったホワイトですが、ある日突然呪いが解けます。それはドクタールートが召喚したゴッドの影響。地球上で初めて召喚されたゴッド、撃滅の神の光は、悪を焼く聖なる光。それを浴びたホワイトは呪いが解け、すべての記憶を取り戻しました。白王に戻った彼は、白王家の最深部の光の間にて、勝負とデュエルし自身を倒してほしいと懇願。ホワイトとなり、償いきれないほど罪を犯したという白王は、自身を生きる価値がないとして、勝負に消してほしいと頼んだわけです。しかし白王の呪いは下道が近づくことで再び発症。消えた白王を探す下道が近づいてきたため、再びホワイトとなってしまった白王。呪いにより暴走するホワイトに見かねた勝負は、望み通りデュエルで決着をつけようとします。当初勝負を追い込んでいたホワイトでしたが、勝負のデュエルを楽しむ気持ちがドラゴンを呼び、シールドを全てブレイクされて追い込まれてしまいます。しかし、親友である勝負とのデュエル、そして勝負の熱い気持ちに感化されたのか、ホワイトの奥底に眠る、白王の時の記憶、仲間とデュエルを楽しむ温かい気持ちを思い出し、その楽しむ気持ちが奇跡をもたらし、シールドトリガー、ヘブンズゲートを呼び出し、シリウスに対降臨、ホワイトの勝利となり勝負へダイレクトアタックしますが、すでに白王に戻っていたため、勝負へ直接とどめは刺さずその場を去りました。来る世界大会にて、再び勝負とデュエルする約束をして、ついに始まった世界大会。当然ただの世界大会ではなく、ザキラ率いるガルドとの最終決戦でもある本編。先の通りホワイトはすでに白王に戻っており、ザキラを止めるべくホワイトとして一人潜入していました。すべてのデュエリストを消し、デュエルマスターになること。それが唯一の望みであるザキラは、配下であるガルドメンバーに、世界大会を潰すよう命令を下し、その実行のために召集、ザキラやゲドウなど、これまでの諸悪の根源を目の前に怒りが抑えきれない白王は、ついにザキラを襲撃します。しかしそこに立ちふさがったのは、皆大好きイエスマン。白王はイエスマンとデュエルすることになり、互いがパーフェクトデュエルを宣言してデュエルスタート。白王は序盤優勢にデュエルを進め、先にイエスマンのパーフェクトデュエルを打ち破ることに成功。しかしイエスマンはザキラの命に応える形で召喚。キングアルカディアスとスペルデルフィンのロックにより、形勢が一気に逆転しました。ただ白王は目の前のイエスマンに対し羨望の眼差しを見せ、ずっと目指していた頂点、無限かと思っていた栄光への階段の、その先に立つイエスマンを超えることで栄光の高みへ行くと決意し、嬉しいという感情がこぼれました。そして白王はイエスマンのロックを打ち破り、さらにシールドには仕込んだスーパースパークがあるため、白王は勝利を確信します。が、開始のターンでイエスマンはまさかのシビルバインドを唱え、光文明の呪文を封じ、白王はメルニアのダイレクトアタックにて敗北。白王とイエスマンのガチ戦術での応酬の後に、当時マイナーカードで勝利するプレイングは、漫画では類を見ない事例であり、多くの読者を感嘆させました。そしてイエスマンとのデュエルに敗北した白王は死亡します。その後その結末に怒り狂った勝負は、ザキラと最後のデュエルを行い勝利。しかし愛するデュエルで命を奪えない勝負は、ザキラの命でさえ奪うことができません。ただ、
その愛する心が勝負をデュエルマスターと認め、デュエルマスターの力が奇跡を起こし、死亡した白王は生き返ることができました。その際、勝負の父である勝利を手にかけた事実から、生きる資格はないと一度は勝負を拒絶するも、勝負の言葉に救われハッピーエンドとなりました。長きにわたるザキラとの戦いが終わった後、原初のデュエリストアダムを中心に新たな物語が勃発するのですが、ここからは超ざっくり解説していきます。物語の始まりとしてはこちら。キサナブーの裏切りによりザキラは拉致され、まさかのガルドメンバーが全滅。一人生き延びたアッシュは勝負たちに助けを求め、勝負はこれを快諾。白王はホワイトとしての悪用を償いたい気持ちから、誰かの役に立ちたいという思いで快諾。共にアダムの待つ南極へ向かいました。ちなみにアダムが復活するとどうなるのか？アダムは最愛のイブが争いで死んだ影響で、一度人間を滅ぼそうとした過去があります。つまりアダムは人間が大嫌いなのです。なのでそんなアダムが覚醒したら人類が滅んでしまうため、それを阻止するために勝負たちは戦いを繰り広げるというわけです。そして舞台となる南極では、記憶喪失のアダムを覚醒させるため奮闘する親衛隊や、そのアダム覚醒のためデュエルを強いられるザキラがいるのですが、勝負たちはザキラを救いアダム覚醒を阻止するため、アダム親衛隊とデュエルしていきます。しかしアダム親衛隊がかなり強く、また、特殊な環境下でのデュエルに次第に追い詰められ、ついには白王以外全滅してしまいます。しかし白王が勝負に自身の命を捧げることで再び死亡。白王から命をもらい生き返った勝負は、再びデュエルマスターの力を手に入れ、全員を生き返らせるためにアダムへ挑むこととなりました。ちなみにこの時白王は最後のデュエルにて白王家に伝わる奥義、ホワイトアウトを初披露。体中の血液をすべて脳に送り、その脳はすべてデュエルへ捧げる奥義。血の気を失った体が白くなることから、ホワイトアウトと呼ばれています。デュエルにすべてを捧げるため、発動は必勝を意味する奥義なのですが、代わりに失明するという大きなデメリットがあります。話を戻しますが、勝負は覚醒したアダムとデュエルを開始。アダムは人類を滅ぼすため、めっちゃでかい釘を地球に打ち込み、天変地異を引き起こします。結果、なんとかアダムに勝利した勝負は、皆を生き返らせることに成功し、地球崩壊も阻止することができましたが、その戦いの後に勝負の姿がありませんでした。勝負の葬式が行われるも、遺体が見つかっていないと受け入れず取り乱す白王。しかし結局勝負はとある島で記憶を失った状態で生きており、勝利が迎えることで皆と再会。こうしてようやく真のハッピーエンドとなりました。以上、白王の悲惨な人生を解説していきました。ここまでご視聴本当にありがとうございます。結局まとめると、白王は目の前で母を殺され、冷酷なリーダーとなるも改心。しかしかつての部下にはめられ死にかけ、一命を取り留めるも記憶を奪われ幼児化。さらに母の仇である外道に洗脳され悪に染まり、ホワイトとして悪事を働き、親友の父を手にかけてしまい、しかもそのことを覚えている。そして奇跡的に洗脳が解けるもデュエルに敗北して死亡。生き返るも奥義によって失明し、親友のために命を捧げ2度目の死亡。再び生き返るも親友が消えて一時取り乱し、感動の再会によってハッピーエンド、という人生です。いかがでしょうか？これが13歳に起きた出来事ってのが恐ろしいと思いませんか？皆さんの感想はぜひコメントから教えてください。ちなみにデュエルマスターズの漫画かなり面白いので、解説しておいてあれですが、よかったら読んでみてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で応援よろしくお願いします。